今回の動画は計170の開封と即分解動画です。これ注文して5日で届きました。すでに誰か開封してますね。届くのが早すぎて予定外の動画になりました。結構良いおまけがついてますね。このヘリポートだけでも1000円程度の価値があるかも。私のお手製の段ボールのヘリポートはお役御免です。第2のおまけ、ディスプレイスタンドですね。充電器は 3.8V1000mAh です。間違っても 3.7V バッテリーを充電しないでください。スペアのローターブレードは無塗装です。テールブレードは K123 などと同じものです。メインギアも K123 や K124 と同じものです。プロポはスティックジンバルに合成感もあって単なるトイグレードではないです。今のところ技的の取得はしてないので日本では使えません。このまま捨ててしまうのはもったいないです。使える部品はないのかと思ったらプロポのスティックヘッドが双葉プロポに使えそうです。ジャストフィットでございました。お待たせしました。機体のお触りタイムでございます。思ったより軽いですね。前のカバーを脱着するのにコツが必要なようです。実は買う前に疑問だったのがローターグリップにベアリングが入っているかということだったんです。この値段帯のミニヘリはベアリングレスローターヘッドが標準なのでベアリングレスかなと思ったらベアリングが入ってました。ローターヘッドは K124 と全く同じものですね。すごい。サスペンション機能はありませんがタイヤは回転します。リアタイヤも回転しますね。上手にやればタキシングができるかもしれません。ブブブブブーって感じでやっちゃいましょう。この変態。さて分解しましょう。飛ばさないで即分解なんて初めての経験ですよ。技的の関係で純正のプロポが使えないので K110 の受信機ボードをこの機体に搭載して飛ばす予定なのできっちり搭載できるかチェックしようということなんです。結構ネジがたくさんあります。テールモーターは K110 と同じものなのでいつかは交換することになりますから。分解は覚えておく必要があります。ボディは軽量化のために薄く作られているので力加減を間違えると破損すると思いますね。特にテール部分はゴム系の接着剤が塗布してありますので外すのが難しいですよ。これ話すの癖になりそう。綺麗に剥がれた時に気持ちいいんですよ。とにかくテール部分を外すのにとても苦労します。覚悟してやってください。慎重にやったおかげでどこも破損せずに外すことができました。フレームを詳しく見ていきましょう。受信機ボードのスポンジ両面テープは固めですね。ESC は新型のようです。コネクタは抜け止めのためのシリコン接着剤が塗布してあります。コネクタケーブルが双葉タイプのケーブル色に変わっています。受信機ボードは電子部品が少ないシンプルなものです。
ポンジ両面テープは剥がしにくいものでした。しかしもったいないですね。1本ではこのプロポはゴミになります。このフレーム K124 のものに似てます。ちょっと比べてみましょう。フレームの取り付け部分が一致しました。メカプレートも一致しました。スキットの取り付け位置も一致しました。スキットの取り付け確認できました。各部分の寸法を測りましたが、K124 に K170 のフレームは搭載可能かもしれません。K110 の受信機ボードを搭載しました。サーボのケーブルはきれいにまとめないとボディの上部に当たるので注意しましょフレームは4箇所で固定されています。ギリギリですが、ケーブルがボディに当たらず搭載可能でした。う。フロントカバーをはめ込んでも受信機ボードに干渉しないようです。これなら問題なさそうです。いきなりボディを取り付けて飛ばすと思わぬトラブルが起きるので、フレームだけで飛行テストをすることにしました。K124 タイプのフレームはテールパイプを取り付ける穴が開いているので、K110 のテールモーターを取り付けるのは簡単です。テストではどのようなことが起きるかわからないので、予備でついてる無塗装のブレードを使います。塗装済みのブレードに傷がつくのはもったいないですからね。ボディの重さ分のウェイトをスキットに取り付けました。24g 相当の乾電池です。ここで雑談でもしますか。この K170 のすごいところはローターヘッドじゃないでしょうか。センターハブはメタル製で、ローターグリップはベアリング仕様です。しかも耐久性のあるベアリングが装備されてます。このヘッドは K170 と同じ値段帯のものです。寸法はほぼ同じものですが、ローターグリップにベアリングが入ってません。すごい割り切った設計で感心しちゃいますが、 X 系はこうならないでほしいですね。この型は振動等に影響あるでしょうにね。K110 でいうところのナンバー1サーボの耳が折れてました。組み立て時にフレームの穴に入れ損なったのでしょうかね。しかしこのサーボはポテンショメータが黒いものなんですよ。なんか期待できますね。これはどうでもいいのですが、女子の髪の毛が入ってました。茶髪の30センチ。女子の髪の毛と信じたいです。ということで、私は変態ではありませんが、慎重派なのでボディなしの飛行テストをしています。だって YouTube で先に K110 の受信機ボードを搭載している方がいらっしゃるので、その方に YouTube 初の権利がありますからね。こんなに早く K170 が届くとは予想外でした。私は2番目でも3番目でも良いので、次の動画でボディ付きで飛ばします。ご期待くださいませ。